お疲れ様です。お疲れ様です。戦前の日本でさ、ある小学生が、将来の夢は陸軍大将になるって決意をしたら、まずはどこの学校を目指すべきことになると思う？戦前の陸軍だと一般高校卒や一般大卒で将軍になるのは難しそうだね。陸軍士官学校じゃない？士官候補生を養成する陸軍士官学校、参謀将校を養成する陸軍大学校は歴史的に著名な教育機関だが、これら陸士や陸大以上に、帝国陸軍内において、その OB らが厳然たる勢力を誇った学校がある。陸士や陸大以外にも学校があったの？その名は、陸軍幼年学校だ。陸軍幼年学校は、陸軍士官学校の手前の教育課程として主に中学生の年齢の生徒を教育する学校ながら、特に大正期以降、元帥陸軍大将、参謀総長、陸軍大臣、軍務局長等のほとんどがこの幼年学校 OB で占められ、陸軍内で大きな存在感を放った学校だった。意外と知られていないこの陸軍幼年学校について、今回は解説をしたい。内務省、大蔵省と北戦前の艦長解説シリーズはもうやらないの？次回作を鋭意作成中でございますので、追って一般公開をいたします。なお、当チャンネルのさらにマニアックな動画をアップしているメンバーシップにつきましては本動画の最後にご紹介をしております。そもそも陸軍幼年学校ってどんな人が入校したの？陸軍幼年学校自体には制度的な変遷があって、陸軍士官学校と統合されたり再び独立したり軍縮の煽りを受けて大量廃校になったりと、相応に波乱万丈な学校なんだが、少年らを陸軍幼年学校に入校させる目的としてまず指摘すべきは、陸軍武官死没せし者の孤児の教育、つまり戦争等でお亡くなりになった陸軍軍人のお子さんを国が引き受けて、将校候補生として教育をするという点にあった。初期の陸軍幼年学校の設置を定めた条例での目的条項には、陸軍を志願する少年の教育という目的とともに、この陸軍武官死没せし者の孤児の教育という目標がしっかり掲げられている。そしたら死没武官の指定は無償で教育を受けられたの？当初は完全無償の教育校だったそうだ。後年、義和団事件において北京での籠城戦で八面六臂の活躍を見せ、諸外国を感嘆させた名将、陸軍大将の柴五郎なんかは、父君が会津藩士だったこともあり非常に苦学するんだが、入校できた陸軍幼年学校は無償でありかつ休日や休暇には手当や食費まで支給してくれたらしい。ちなみに、当時の帝国陸軍はドイツ式にシフトする前のフランス式の時代で、幼年学校での訓練はフランス陸軍のフランス語による号令が使用され、柴五郎はじめ生徒はそれに苦労したものの、提供される食事は洋風で柴五郎からしたら豪勢なものだったそうな。軍の学校って無償のイメージがあるな。この点は注意を要するんだが、陸軍士官学校は基本的に無償、すなわち官費による教育だったんだが、陸軍幼年学校は官費教育でやるのか納金教育でやるのか試行錯誤があった。柴五郎の時代より下ると、陸軍幼年学校は一般採用者につき被服食料等につき自弁とするシステムに変更となるんだが、これによって志願者が減ってしまい、ついに定員割れを起こす事態となる。さらに、資産状況が芳しくない家の生徒の場合、陸軍幼年学校に入校して優秀な成績を収めているにもかかわらず、どうしても学費の工面ができず、幼年学校の指導教官や当該生徒と同郷の将校らが走り回って支援先を探し、なんとか学費を工面して退学を免れさせるといったこともあったそうだ。定員割れに困った陸軍は再度システムを変更し、成績優秀者は第2学年から官費学生に移行させるなど色々と試した結果、そもそもの幼年学校の目的も加味したシステムを完成させた。そもそもの目的って死没武官の指定の教育だったと思うけど、どんな形になったの？まず、戦死あるいは公務により死亡した将校やそれに準ずる高等文官の孤児は完全な官費制とされた。次に、それ以外のものについては陸軍の裁定により、完全な官費制、半官費制、自弁の3種類に区分された。この区分の際には、生徒の家庭の資産状況を考慮するという、柔軟なシステムが採用されるに至った。自弁になるとどれくらいの学費が必要になったの？
陸軍幼年学校の場合、自弁と裁定される生徒は比較的少なかったんだが、自弁になってしまうと、あくまで参考のデータだが、必要になる毎月のお金は、1910年代の大工の毎月平均賃金の約 40%、下級管理の毎月俸給の約 20% から 30% に至ったらしい。結構高いな。幼年学校は何歳くらいの児童が入学できたの？制度上、陸軍幼年学校では当時の尋常中学校レベルの教育を施すことが標榜され、受験できたのは13歳以上から16歳以下だった。ただし、後年は元帥陸軍大将まで上り詰め、上原閥と称される派閥を陸軍内に築いた大物、上原優作元帥なんかは、若き頃、年齢をごまかして実際は20歳なのに陸軍幼年学校に入学したらしい。制度が始まったばかりでおおらかな時代だったのかもしれないね。幼年学校ってどこにあったの？一貫してあったのは東京に設置された幼年学校だ。そして、この東京校も含め、陸軍地方幼年学校として、東京、仙台、名古屋、大阪、広島、熊本の各地に拡大された時期もある。仙台の幼年学校で色々と伝説を残して有名なのは、なんといっても石原幹二だろう。津賀の教官とめっちゃ揉めてあっと驚くリベンジをしたんでしょ。リベンジの具体的内容はとてもここで話せる内容ではないが、事案の概要としては、津賀の教官が熱心な人で、社政の課題を生徒にたくさん出す教官だったから生徒も困ってしまい、なら俺が教官に一泡吹かせてやろうという、よく言えば石原幹二の義教心による事件だったらしいんだけどね。ちなみに、幼年学校の名称や設置された地域などは変遷をたどるんだが、この動画では最終的な名称である陸軍幼年学校、または単に幼年学校と呼称させていただきます。死没部官の指定は近親者に軍人がいるからなんとなくわかるんだけど、それ以外の一般生徒はどんな動機で幼年学校を目指したの？陸軍幼年学校の受験は結構難関で、受験科目も順次増加しては漢文、大数学、平面幾何学、地理、物理、科学、歴史等が課せられたんだが、幼年学校を志望する児童としては、忠君愛国や国防志願という軍人らしい考えというよりも、本物の軍刀を釣ってみたい、演習で冒険した軍人がかっこよかった、将来は陸軍大将になりたいという素直な動機で受験する子が多かったようだ。中には宅建した子もおり、幼年学校の受験に合格すれば、そのまま陸軍将校の道を自動的に歩めるため、少なくとも戦死するまでは国が面倒を見てくれるし、戦死しなければ恩給が得られるという、いわば安定を求めて受験をする子もいたらしい。幼年学校の受験システムで評価できる点はあるかね？陸軍幼年学校からずっと陸軍だけの世界で生きてしまうと、世間知らずになってしまうという批判があったはあったんだが、少なくとも、軍幹部の道を目指す少年に、陸軍幼年学校は学力による選抜という平等な門戸を開いていた点は評価できるのではないだろうか。ドイツ帝国を主導したプロイセン陸軍なんかでは、貴族出身の指定が幅を利かせるなど身分的な区別が後々まで残ったとも聞くため、長州閥の影響力が大きかった時期もあるとはいえ、会津藩出身の柴五郎のような少年にも軍幹部に至る道を開いていた陸軍幼年学校の特性は評価できると思う。次に、陸軍幼年学校における教育、特に軍学校の特徴たる訓育の話をしよう。訓育って何？陸軍幼年学校は文官教授による普通学の教育を行うと同時に、武官教官による軍事教練や精神教育を行う訓育も遂行されていた。幼年学校と士官学校とを比較すると、士官学校教育での軍事的要素はより高度かつ重視されるんだが、幼年学校では普通学の教育をおろそかにしないよう配慮しつつ、軍人精神の寛容を主目的とした、武官教官による訓育が行われた。軍人直輸を暗記して副将をミスったらぶん殴られるんでしょ？陸軍幼年学校の場合、意外と言っては失礼かもしれないが、教官連からの鉄拳制裁は控えめだったらしく、かつ、軍人直輸に対する注意度も大正末期頃までは穏やかだったそうだ。ただし、口述する通り、上級生や同級生からの鉄拳制裁は日常茶飯事だったらしいが、軍人直輸を通しての精神教育は、
昭和期から厳格なものになっていったそうだね。幼年学校に入学した生徒は日常生活は厳しかったの？言葉遣いや礼儀作法、上級生との関係等、入学したらいきなり全寮生活だから、覚えることが山積みで大変だったそうだ。しかし、陸軍幼年学校としては、厳しい訓練による6膜炎患者の大量発生などを受け、厳しい一辺倒の方針を反省したのかやや修正を施し、大正デモクラシーの影響もあって、昭和期までは、午後の課業後にベッドに横になることを許可するなど、生徒の健康面に配慮した運用が意識された。入校者の中には、都市国家スパルタ並みの訓練主義を覚悟して幼年学校に入校したものの、意外とそうでもなかったと解雇する将校もいるくらいだ。どんな生活リズムだったの？夏季や冬季に応じて異なるが、起床時間は午前5時半または6時半、起床ラッパと共に飛び起きて着替え、自習室や生徒者前で点呼を受け、両杯、朝食後に服装検査を終えた後、午前の授業が開始される。昼食後は部官教官による訓育、随運動、自習時間があり、随運動から夕食までの短時間のうちに洗濯や物の手入れ等の仕事をこなす。夕食後は自由時間が存在したが、この間も号令の練習などが奨励されたそうだ。そして再度の自習時間を経て、点呼就寝となる。この間、幼年学校生徒は、細かい挙動まで定められたルールに従い行動し、緊張感のある平日を過ごしたそうだ。それだけでも軍人精神が完了されそうだけど、軍人精神の完了って具体的にはどうやるの？まず、幼年学校では、学科教育としての倫理教育が重視された。当時の用語ではあるが、天皇中心の倫理体系を体得させるために、幼年学校では人民を国民に、さらに上級の軍学校では国民を軍人にするという工程で、軍人直入、教育直後、幼年学校の独自教材を使用して倫理教育が展開された。しかし、幼年学校に入りたての少年らにいきなり尊王や後継という徳目を講義しても理解できないので、初期の段階では楠木正成や二宮尊徳などの歴史人物の講話を通じて徳目を教えたそうだ。人物の選定が戦前らしくて興味深い。さらに、国語の授業でも、使用される教材は幼年学校が作成したもので、その題材は日本の戦士や英雄を扱ったものが多く、国語教育の観点からも軍人精神の完了を目指していたという指摘もある。そして、軍育の話に戻るが、幼年学校に晴れて入校した生徒は術家として教練、射撃、体操、遊泳、剣術、馬術等を習った。さらに、生徒は生徒者や語学班に沿って部隊編成され、その単位ごとに訓育を担当する部官教官として、生徒官が配属された。この生徒官が幼年学校生徒に与える影響は大きく、日常生活における注意から軍人としての心構え、果ては軍人として何を目指すべきかなど、生徒の人生観も左右する重要な役割を担う指導官だった。生徒間による指導は一方的な指導が主要な方法だったのかな？その点は陸軍も試行錯誤したところがあり、いくら軍隊といえども一方的命令や禁止だけで生徒を管理すると、将校として適切な人材が育たないという意識のもと、生徒が自覚的に成長するよう促すことにも配慮していた。その配慮からか、生徒間は生徒に対し、罰則を振り回したり殴り飛ばすよりも、こんこんと理由を持って節油したり、罰則といってもグラウンド駆け足程度のペナルティを与える程度だったという回想がある。そしたら幼年学校は自由な校風だったのかな？いや、校内秩序を維持するための別の仕掛けがあった。すなわち、上級生による下級生に対する訓育の存在だ。上級生による下級生に対する訓育ってどういうこと？幼年学校では、生徒の風紀を取り締まる役目を負う生徒を任命し、不良行為等の申告を行わせ、相互に規律を守るようシステムを整えていた。さらに、下級生に対しては、指導生徒や模範生徒と呼称される、下級生と自習室や寝室を共にする兄貴分の上級生が存在し、この上級生が下級生の日常生活を事細かく指導した。あれか、ローマ帝国の五民間を意識した呼び方の。この指導生等五民、
親並みに年齢が上の生徒間を親父と呼んだそうだね。この指導生徒を筆頭とする上級生による下級生の日常的な指導システムは、下級生の規律や校内秩序の維持だけでなく、将来は陸軍将校として部下を統率して戦場を駆け巡る仕事をこなす幼年学校生徒において、部下の統率や指導という役割を学ばせる側面もあったそうだ。そうすると合理的なシステムだったと言えるのかな。負の側面もあった。それが、上級生による鉄拳制裁だ。上級生の下級生に対する突き飛ばしやビンタやパンチといった鉄拳制裁。さらには同級生同士の鉄拳制裁は日常的に存在したそうだ。鉄拳制裁に関して学校当局としての対応はどんな感じだったの？基本的には黙認だった。幼年学校を管轄する教育総監部等の上層部としては鉄拳制裁の撲滅を表明したり、学校当局も鉄拳制裁を厳認した場合に上級生を指導する例もあったようだが、規律維持の狙いもあったのか、基本的には黙認で、生徒間によっては奨励する例もあったそうだ。そんなきつい幼年学校の生活をよく耐えられるね。個別事案では色々とあったと想像するが、幼年学校当局としては、生徒らに対し、ある意識を深く定着させることで離脱を防いでいたそうだ。ある意識って何？幼年学校生徒らに対し、同人らは陸海軍の大元帥たる天皇陛下と近接した距離にある軍人の卵であることや、その名誉を強調することで、誇りを持たせるという考え方だ。明治以来、天皇以外の皇族男子は陸軍または海軍に籍を置くこととされ、多くの皇族が陸海軍に入り、幼年学校も例外ではなく多くの皇族が生徒として在籍した。その結果、皇室との密接な関係が生徒にもよくわかる構造だった。また、演習後の天皇陛下による閲兵でご尊願を間近で拝する機会や、天皇陛下のご大葬において一般人や役人よりも近い位置で霊柩車をお迎えする栄誉など、天皇の軍人としての名誉感情が溢れるであろう場面を、学校当局は多く用意していた。この点については陸軍だけでなく、戦前の官庁に関する文献を読んでいると、中央省庁の高級官僚も、戦後に改装して、戦前は馬鹿高い給料をもらえたわけではないが、天皇の管理としての誇りがあり、それが給料よりも重要だったと振り返る人もいる。したがって、上級生による指導の行き過ぎなど個別事案では問題のある事案もあったと推察されるが、一般的な幼年学校生徒としては、天皇の軍人の卵という名誉感情が、きつい幼年学校生活を乗り切る動機になっていたのだろうと思われる。さらに、幼年学校生徒の素朴な感情として、何としても努力して出世してやるという野心をエネルギーにして頑張る生徒も多かったようだ。そこは犠牲にした忠君愛国の精神じゃないの？そういった純粋に軍人らしい生徒もいたかもしれないが、そこは人間なので、やはり陸軍大将になってふるさとに錦を飾りたいとか、師団長になって数万の兵力を自由自在に動かしたいとか、そういった素朴な出世志向をエネルギーに変えて奮起する生徒は一定数存在したらしい。満州国に駐在したある外交官の回想で、関東軍幕僚の異常な出世主義を批判するのを読んだことがあるが、まあ人間だしね。最後だが、幼年学校における生徒間の競争、具体的には試験と成績をめぐる競争の話をしよう。これまで訓育の話が主だったが、幼年学校は中学相当の教育を生徒に施す必要がある学校という意識は相応に強く、普通学の勉強もしっかりするよう指導されていた。それを反映してか、校内の試験は甘いものではなく、かつ、生徒からしても、幼年学校時代の成績が、陸大ほどではないにせよ軍内でずっと背中について回る数字であることを認識しており、先ほど言及した出世志向のある生徒がいることもあって、試験での点取り競争は激しいものがあった。しかし、その点取り競争は、普通の学校とはちょっと違った様相で展開された。ちょっと違った様相とは、ガリ弁をすると仲間内で軽蔑されたらしい。ここは葛藤というか矛盾というか、多くの幼年学校生徒が内心は点取り競争に勝つことを思考しながらも、表面上はガリ弁を憎むという、思春期と言ってしまってはそれまでだが、ややこしい仲間内の空気があった。なので、幼年学校において点取り競争に勝つ手段としてオーソドックスな方法は、
勉強していないように見せかけて仲間内での空気に馴染みつつ、裏ではがっつり勉強して成績を揃えるという方法が最も賢いやり方だった。しかし、たまに例外的な生徒もいた。例外的な生徒ってどんな生徒？試験勉強なんかやらずとも優秀な成績を収めるタイプの生徒だ。ここでは石原幹二と永田鉄山を取り上げよう。帝国陸軍の記載石原幹二は授業を聞くだけで内容を理解してしまい、余った時間は試験科目ではない哲学や歴史などの人文系の独学に時間を費やしつつ、試験での高得点はお手の物だったそうだ。ただし、石原幹二は素行面で悪い評価を受ける傾向にあり、その影響もあってか陸大主席の栄冠はしっかり逃している。また、これも天才型の永田鉄山は、授業だけを聞けば試験で問われる設問の箇所や勘どころを予想できたそうで、かつ、その予想は的確を極めるもので、ガリ勉をしなくとも優秀な成績を収めることができたそうだ。すごい例外的な二人だと思う。ちなみにだが、幼年学校出身者は、帝国陸軍内で多くの要職を占めたが、非幼年学校出身であっても出世できなかったわけではないことに不言する必要がある。例えば、元帥陸軍大将にして陸軍参長官たる陸軍大臣、参謀総長、教育総監をすべて務めた杉山はじめは、幼年学校を経ないで士官学校に入学した軍人だ。また、長州閥衰退後に陸軍内に宇垣閥を作り上げ、長期にわたり陸軍大臣を務めた大物、陸軍大将の宇垣一茂も、幼年学校出身者ではない。幼年学校出身者は数が多いから自然と要職を占めるに至ったのであろうか。さて、陸軍幼年学校の解説をしてきたが、大日本帝国陸軍の軍人を中心にした本チャンネルのメンバーシップのご紹介です。メンバーシップって何を得られるの？画面にあるバッジの使用、メンバー限定の動画が視聴できるなどの特典があります。動画はアップ主が一般公開を躊躇するマニアックなものを今後もアップしていく予定です。ちなみに、最近メンバー限定にアップしている動画は、大日本帝国海軍、大陸東洋爆撃作戦、商社マンになった大本営参謀、瀬島雄三、戦時下の支配関係、軍部と官僚の攻防、東条英機、派閥構想編、鈴木貫太郎、魚雷の攻防日清戦争編、東条英機、左遷編、軍事参議院、天皇の軍事顧問集団、笑顔の軍人宰相桂太郎、などです。詳しくは画面下の概要欄にある、メンバーになる、というボタンを押しますと詳しい紹介動画を見ることができます。ちなみにボタンを押してもすぐメンバーに申し込むことにはならず、紹介動画が流れるのみですのでご安心ください。また、概要欄の URL をクリックしても紹介動画を見ることができます。ここまで見てくれた人、ありがとう。秋田号を引き続きご愛顧ください。